こんにちは。今回はですね、先週末東京にちょっと用事があって行ってきたんですが、その旅 Vlog になります。今回行きは新幹線で行きました。新大阪駅から乗って行ったんですけど、今回はですね、プラットこだまというちょっと安い切符で行ってきました。グリーン車で 12,470 円だったかな、そのぐらいで行くことができます。さらに320円のドリンクチケットというものもついてきます。とてもお得なチケットになります。ただしですね、時間が4時間近くかかります。こだまなので、プラットこだまという名前の通りこだま号なので、全ての駅に止まるんですが、ちょうどね、東京で午後から用事があったので、午前中ゆっくりと時間をかけて東京まで行ってきました。のぞみだと2時間半ぐらいで行くことはできるんですけど、本当にもう移動だけという感じになってしまうんですが、ゆっくりなのでね、結構旅を楽しむことができました。こだまのグリーン車なので、もうほとんどお客さんもいなくてですね、大体10人もいなかったと思うんですけど、かなりのびのびと使うことができました。で、時間もたっぷりありますので、パソコンでいろいろ仕事をしたりとか、あといろいろ撮影もねできました。新幹線にもフリー Wi-Fi がありますので、つないでいろいろやってたんですけど、皆さんこういったフリー Wi-Fi って使うの全然抵抗ないでしょうかね。昔から危険性が言われてたりもしますが、そういったところで安全にネットにつなぐ上で一つのツールが VPN かなと思うんですが、皆さん VPN は使っておられますか？そんなに大勢の方使ってないのかなと思うんですが、この VPN、バーチャルプライベートネットワークの略で、仮想専用通信網というのを意味しているんですが、インターネット上での通信を暗号化して、オンライン上でよりプライバシーを強化することができるようになります。で、通信の秘匿性が保たれるので VPN を使うことによって、それまで丸見えだった自分の IP アドレスなんかもVPN サーバーのものになってしまいますから、例えば悪意のある人が発信元の私の IP アドレスを見ようと思っても、その VPN を通しちゃうとそれを見ることが難しくなって、より安全にネットにつなげるようになります。ただ検索すると分かるんですけど、この VPN サービスって無料のものがすごく多いんですよね。で、無料なので使いたくなってしまうんですけど、そういったものは使用者に強制的に広告を見せて広告料で運営していると思うんですよね。で、私も海外で生活していた時に散々ね使ってたんですけど、そういった無料のものってね本当に遅いですし、ネットも切れますし、でさらに不安定と、本当三重苦みたいな感じなんですよね。で、それだけならまだしも、その事業者自体がどこの国の事業者かもよくわからないですし、それ自体が安全かどうかっていうのももう全然わからないっていうところがね結構怖いんですよね。最悪私たちの大事なデータが盗み取られて、誰か悪い人たちに売っ払われていないとも限らないっていうのがね本当怖いんですけど、じゃあ何を使えばいいんだってなるんですけど、今回の動画のスポンサーの NordVPN は有料の VPN サービスにはなるんですが、サービス品質とかコンプライアンスが非常にしっかりとしていますので、途中でデータが筒抜けになって盗まれたり売っ払われるっていう、そういう心配もないですし、世界中にサーバーが6000台以上あるらしいんですけど、スピードも業界最速クラスになっています。しばらく私も使ってるんですけど、確かに安定していてスピードもねすごく速いです。実際に直でつなぐよりはちょっとスピードも落ちるんですけども、全然使用する上では問題ない範囲かなと思います。とにかく無料のものとはもうこの安心感もスピードもね全然もう比較にならないなという感じでした。さらにですね、脅威対策プロというネット上の様々な危険に対応するためのセキュリティサービスのセットになっていたり、WVPN といって二重に暗号化する VPN も利用可能になっています。それでいて操作も簡単で、一度インストールしてしまえばもうすることもほとんどないんですよね。もう本当に存在忘れるぐらいでもうストレスフリーで使うことできますし、それでいて安全にネットにつなぐことができますので、フリー Wi-Fi をよく使う方とか海外によく行かれる方には本当にお勧めしたいサービスです。詳しい情報は概要欄のリンクから一度ご覧になってください。では動画に戻ります。で、今回もいろいろ撮影をしたいなと思って結局いろんなカメラを持っていきました。インスタ360のカメラは ACE Pro 2、そして360度カメラの X4、さらに Go3S も持っていきました。で、さらにですね、スマホ用のジンバルのインスタ360の Pro Pro も持っていきました。そしてさらに普通のカメラも持っていってしまいました。そして今これを撮影しているのが DJI の Osmo Pocket 3になります。シンプルにして荷物減らせばいいんですけどね、適材適所でいろいろ使いたいなとか思うとね、結局こんな感じで荷物増えちゃうんですよね。
でそんなこんなで東京に昼前に到着しました。田舎者なんでちょっと東京迷ってしまうので、友人に迎えに来てもらって落ち合うことができました。でまずはちょっと行ってみたかった切手丸の内に行ってみました。切手って何なんだろうなと思ってたんですけど、東京中央郵便局に作られている施設なので切手っていうことなんですね。初めて知りました。これ面白いですね。で本当はここ夜ですよね。夜行って東京駅とかを撮影したりすると面白いのかなと思うんですけど、今回ちょっと昼だったので、諦めて地下に降りて、お昼時だったのでつけ麺をね食べました。これはですね、千葉の松戸のなんとかっていうラーメン屋さん、名前なんだったかな、ちょっと動画に映しておきますが、そこでいただきました。でその後ですね、ここもですね、前から行ってみたかった東京国際フォーラムというところに行ってみました。皆さんよく写真とか動画を撮ってる場所ですよね。で東京駅に新幹線で行くと左側に駅に着く直前にこう見えてくるんで、一度行きたかったんですが、今回やっと行くことができました。ただ今回はですね、ビジネス系のイベントをしていて、スーツ姿の方がもう何百人ってこう隣の建物と行ったり来たりされているような感じだったのと、あと週末に向けての何かのイベントの準備をしていて、一番下のフロアのところもねゴタゴタしていて、あまりねフォトジェニックな感じではなかったです。それにしてもすごい建物ですね。大きさといいデザインといい、皆さんがこぞって写真とか動画を撮りに行かれるっていうのがよくわかる建物でした。そしてその後はですね、この日のメインイベントである JAL の工場見学というものに行ってきました。モノレールに乗って新整備場というところで降りるんですが、そこに JAL の整備工場があって、そこに行っていろいろこう話を聞いたり、整備場に入っていろいろ見せてもらうことのできるツアーでした。だいたい2時間ぐらいのツアーなんですけど、なかなかね普段できないような体験でとても良かったです。チケットがむちゃくちゃ取るのが難しいイベントみたいなんですけど、今回友人がなんかうまくそれが取ることができたようで行くことができました。写真動画は自由に撮影してくださいということだったんですけど、個人的な SNS に上げるのは全然構わないとのことだったんですけど、収益化されているものには使えないということだったので、今回ここに載せることはできないんですが、私のインスタとか X 全然収益化されてませんので、またそちらに写真を載せたいと思います。整備場見学自体は1時間ほどなんですが、巨大な整備場に入っていって、整備中の大きな飛行機を見たりとか、その向こうにも飛行機がねバンバンこう離着陸をしてるのを見たりとかですね、非常に面白いツアーでした。飛行機好きの方には本当におすすめですね。そしてその後はですね、また打って変わってですね、バイク2台に分乗して麻布にあるアルデバランというハンバーガー屋さんに行ってきました。ここもね全然知らなかったんですけど、大人気らしくて、当日はもう全然予約必須で、当日行っても入れないというお店だったらしいんですけど、予約をしてくれてあったので入ることができました。でね、確かになんかもう全ての素材がこだわり抜かれている感じでむちゃくちゃ美味しかったです。量的にも私ハンバーガー普通だったら2個ぐらい食べてもなんともないんですけど、1個で十分な感じのね、非常に食べ応えのあるハンバーガーでした。帰ってきて食べログ見たらびっくりしたんですけど、ここなんかハンバーガー部門の全国1位を取っているようなお店だったらしくて、それも納得のお味でした。店の雰囲気もね非常に良くて堪能できました。そして帰り道はですね、キラキラ輝く東京の街をバイクで走り抜けつつ、東京ゲートブリッジがよく見える場所で夜景も楽しみつつ友人の家に帰りました。東京ゲートブリッジって首都高の一部だと思い込んでたんですが、実は一般道だったんですね。全然知りませんでした。で2日目になりました。2日目はですね、今回の旅のもう一つの目的である、このインスタ 360X4BMW モトラットバージョンという、新しく、X4 というカメラはもともとあったんですが、このモトラットバージョンというのが出たので、このカメラのテストのためのツーリングに出かけることにしました。
Ace Pro 2とか、それからリモコン Go3S、 それから X4 2台持って出かけました。で朝もですね、東京ゲートブリッジを渡って、そして今度東京湾アクアラインを通って千葉県側に抜けていきました。週末ということもあってね、すごく道も混んでいたんですが、房総半島の方に行くにつれてね、だんだん空いてきました。その後はですね、房総半島の真ん中あたりでしょうかね、たくさん存在している手で掘られた素掘りのトンネルというものを見に行きました。見に行ったというか走り抜けに行ったんですが、こんな感じでね、すごく面白いところでしたね。天気はそれほど良くはなかったんですが、暑くもなく寒くもなく、本当にツーリング日和でした。トイレ in nature。 すごいよこれ。見てこれ。こっち女子だね。女子このなるほど。オープンなんだ。男子は関係ない。こっちは多目的。男女兼用多目的トイレです。透明な屋根でできており、自然光が差しとても明るいトイレに。はい、じゃあ記念写真撮ります。板部駅です。はい、チーズ。はい、これ散々 X4 をお互いのバイクにつけていろいろ撮影してきたんですけど、またそれに関しては別の動画で詳しくお見せしたいと思います。元ブログ的なものになると思うんですが、そういったものに興味のある方はぜひまた見ていただければと思います。で、1日房総半島を走り回ったんですけど、この時期は夕暮れももう早いので、早めに引き上げてですね、東京の方に帰りました。で、東京湾が一望できる温泉に入って3、4時間いたでしょうかね。寝て入れるお風呂があって、そこがむちゃくちゃ気持ちよくてね、まどろみながらすごい時間が過ぎていたんですが、0時ぐらいに友人の家にまた帰りました。そして翌日の早朝ですね、日曜日の朝なんですけど、私は日曜日ちょっと午後から用事があったので、朝6時半ぐらいの便に乗って伊丹空港に帰ってきました。朝9時ぐらいにはもうね、家に着いてましたけどね、朝早くやっぱり出発すると日曜日も一日活動することができました。早朝の便ってそういう意味ではすごくいいですよね。で、今回肝心の撮影に関しては、これ移動している時の撮影はほとんどね DJI Osmo Pocket 3で行いました。バイクに関しては先ほど言った X4 とあと Ace Pro 2もね使っていろいろ撮影をしてみました。 GoPro もね ND フィルターを試してみたりもしたんですが、やっぱりアクションカメラ系がいいですね。 Osmo Pocket 3はそういうシーンではちょっとね使いづらいですね。バイク乗る時ってグローブしたりヘルメットかぶったりもかなりゴワゴワしてあまり細かいことができませんので、 Osmo Pocket 3はそういうシーンではちょっと使いにくいかなと思います。やっぱりねアクションカメラがいいですよね。リモコンで操作したり音声操作したりもできますしね。ということで、おじさんの一人旅 Vlog にお付き合いくださりありがとうございました。今回使った機材は概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。